千葉演習林の山田でございます。この演習林を代表しまして、今回は演習林における野生キノコの放射性セシウムによる汚染状況を報告させていただきます。東大の演習林といいますのは、北海道から愛知ですねにかけて、7つの地方演習林がありまして、面積が32,000ヘクタールで、日本全土の1000分の1あります。しかも多様なですね寒冷地から団体まで天然林、人工林と多様な森林を有しております。でそういったところで、教育ということで、こういった学生実習、林内でね学生実習、それから研究、それから社会貢献ということで、子どもから社会人を対象としました森林教室等を開催しております。でそういう活動に用いる資源として、こういうフィールド自体ですねの中での活動、その他に再生可能な資源として、木材とか炭、薪ですね、それからキノコその他の山の幸ですね。さらにはその中では最近獣害の増加が問題になっていますが、そういう野生動物の肉といったものを利用の促進ということを目指して活動しております。この中、そういうことでこういう活動のしておるんですけども、その放射性セシウム汚染されている可能性がありますので、そういったところでどうやってこの安全を担保していくということで、こういった資源の汚染状況を調べる必要があると考えました。それはさらに占領率としては低いところが多いと思われますので、そういったところでの演習林以外の山林での活動の参考にもなると考えました。それでですね、今回はいろいろな資源あるんですけども、今回はキノコに着目いたしました。その理由としましては、キノコは放射性セシウムを非常に濃縮するということが言われております。それから森林土壌は有機物が多いということで、キノコの菌糸とその有機物の間でセシウムが長く循環して保持されていくという可能性が指摘されているからです。その他にもキノコに関しましていくつか知見が今までチェルノブイリの後の調査で知見がありまして、このキノコにおける濃度は菌糸の位置ですね、位置によって濃度が随分違うとか、事故後セシウムが放出された後にキノコの濃度は23年は次第に上昇していくとかいうことは知られております。こういったことも検証できるのではないかと考えました。その他日本の野生キノコでは高濃度の汚染というのはチェルノブイリの汚染もあるんですけど、それよりもさらに以前のですね50年前の核実験によるものが大きいということも言われております。ここにちょっと参考の表を出させていただきましたが、キノコではですね、これは全部乾重ですね、乾燥重あたりキログラムあたりのベクレルで、これから、示す図でもお話ししたいと思いますが、先ほどから話が出ています自然の放射性カリウム40の濃度が、乾燥で1000ベクレルぐらいが、一般的とされています。それからそれに対してこれはチェルノブイリ後のデータなんですけども、セシウム137に関しまして、中央値で50ベクレルぐらい、多いものについては1万ベクレルを超えるというのも日本で、測定されております。それでですね、今回、演習林ということで資料を採取した場所の説明させていただきますと、演習林の中で、東京都内を除く6つの地方演習林で資料を採取いたしました。福島から、セシウムが流れてきまして、一番、汚染されていると思われます、秩父演習林ですね。それから少し離れた、山中湖のところにあります富士癒しの森研究所、それから千葉演習林、さらに少し離れた伊豆にあります樹芸研究所、それから、さらに離れた愛知にあります生態水文学研究所ですね。それと反対側、一番離れている北海道演習林、こういったところで資料を採取いたしました。そういったそれぞれの各地方演習林からそれぞれ2から4地点を選びました。その中にはこ
こういった落葉樹林から、常緑樹林、寒いところから暖かいところまでいろいろな森林が含まれています。でキノコですが昨年の、秋のキノコですね、昨年の10月から11月に、採取しております。キノコですね、それとその下の、キノコの基質栄養分になります A0 層と A 層ですね。A0 層というのは、リターともこれから言いますけども、落ち葉など未分解のところ、それからその下にあります A 層というのがいわゆる土というところになります。で A0 層がありまして A 層があるんですが、そういう、その3つ、あと、ホダギですね、材木から出るキノコについては、樹皮と材というのをセットで、採取しまして分析しました。これで一つのセット、これで一つのセットということになります。それで、まず、キノコの汚染状況全体を、見たものがこれになります。北海道からずっと、愛知の方まで調べたわけなんですが、その中で、秩父ですね、秩父と富士ですね、で少し高い、それから少しといいますか高い、セシウムが検出されたキノコが出てきました。この4月からの新規制値というのは、キノコの生の重さキログラムあたり100ベクレルということになりますが、キノコの含水率が高いので、それを簡純に直しますと、500ないし1000ベクレルぐらいになります。このあたりが規制値ということになるんですけども、それを超えるようなキノコも検出されました。さらに今度セットで、調べておりますので、キノコとその下の、リターの土の層との、濃度の比較というのを、見てみました。これが秩父、千葉の、それから、富士ですねのデータになります。ですね、秩父や千葉では、A 層土の部分はですね、そんなに濃度高くないんですけども、高くなくて、キノコも、ある程度は出てきてるんですけども、それよりも A0 層ですね、リターのところが非常に濃度の高い、セシウムが検出されております。ところがキノコの方が低いということで、ここはセシウムが表面に落ちてきまして、それが残ってるんですけども、まだキノコの方には吸収されていないと考えられます。ということで、今後キノコの方の濃度が上昇ということが予想されますので、また、これからまた、継続して測定していきたいと考えています。ちなみにこのキノコを取った地点を含めて秩父と千葉の空間線量率がこのぐらいでして、千葉の方は、このA0 層の濃度もそれを高くないんですけども、空間線量率も、高くない数値が出ていますが、秩父は少し高い、値が出ております。それでですね、次に富士の方なんですけども、こちらは、A0 層の濃度は、こちらに比べて、それほど高くないんですけども、キノコの方で非常に高い、濃度が検出されております。これは環境の違いというよりも、キノコの種類の違い、この茶なめ、つむたけというのが非常に高かったんですけども、そういったキノコの、自身の、違いによる、この茶なめつむたけは、菌糸を広く、張り巡らすということで、たくさん吸収したんだと考えられます。あと、ですね、伊豆の方ですけども、伊豆の方は少し、わずかですけど、飛んできているということが、分かりました。で、あと北海道とですね、愛知の方なんですけども、こちらは、セシウム134が検出されな、少しは137は出てきてるんですけど、134が検出されなかったということで、今回の事故による汚染は確認されませんでした。この134が検出されなかったということについては次に、お話ししたいと思いますが、セシウムは134は半減期2年と早く減っていく、137は30年、半減期30年ですから、比較的長く、残るんですが、それで、50年前の核実験、これはもともとほとんど134はなくてほとんど137だと思われますが、思われます。それから25年前のチェルノブイリ事故は134もあったんですけど、現在までにこれはほとんどなくなっているということなくなっております。
これを利用しまして過去の核実験チェルノブイリの、によるセシウム、137トン汚染と、今回の事故による汚染との、量を推定して今見たのがこのグラフになります。ですね、緑のところが今回の、摂取137の推定値、オレンジのところが過去の、137の推定値となります。これを見ますと、過去の核実験あるいはチェルノブイリ由来のセシウム137というのは、量的には、数十ベクレルと、高くはないんですけども、北海道から、ずっと伊豆、さらには、ここには表示してませんが愛知まで広く分布していることが分かりました。その他に、ですね、この一部のキノコ、ハナイグチなどですね、一部のキノコでは過去のここですね、非常に過去のセシウム137がずっと蓄積されているということも分かってきました。これ現在が、この過去の137の値が500ベクレル程度ですので、過去、25年ないし、50年前になりますと、この値の2倍から4倍ぐらい、実はあった、最大2000ベクレルぐらいまで、過去にはあったかもしれないというようなことが推測されます。このようにキノコの、ちょっと状況を、調べてきたんですけども、演習林では、そのキノコ以外に、来週の実習でも、これをやるんですけど、炭を焼いたり、その炭でバーベキューをしたりとか、あるいは野生動物の肉、料理を、試してみたりということをやりますので、これから演習林でのこういった活動の安全性を確認する、あるいはどうすればリスクを少なくできるかということを検討するというために、薪とか炭、灰ですね、それからこういった肉、その他の山の幸の調査をこれから行っていきたいと考えております。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。